花子さんの愛情をもってすればね、きっとねご主人をうまいなこのラーメンって言ってスープまで飲み干しても安心なラーメンをきっと花子さんは作ると思います。ぜひそれができた暁には私も食べたいな。ペンネーム花子さんからいただきました。ご自分の婚約者についての悩みですね。3月に入籍する54歳の婚約者がいます。お付き合いは1年ちょっとです。ということは入籍をなさいましたね。今4月ですから。もしそうだったらおめでとうございます。婚約者は少々メタボ、高血圧で高圧剤を服用しています。ただし高血圧の原因は難病の原発性アルドステロン症です。婚約者の趣味はバイクで、ラーメンが好物。運動は嫌いではないようですが、お腹が出ています。私が心配なのは、彼が食べ物を残せない性分なので、ラーメンのスープをすべて飲んでしまうこと。塩分も取りすぎますし、カロリーも多いと思います。彼の健康を考えると、運動不足の食べ過ぎだと思うのです。彼にはスープを残してほしいのですが、私はスープを残すべきだとうまく言えません。どうお話ししたらよいでしょうか。素敵な婚約者さんですよね。この方の問題はエネルギーの使い方が間違っていることです。私たちはエネルギー、食べ物を食べてそれをあるいは熱、あるいは体を動かすという力にして生きてますよね。で、私たちの体は、特に脳はものすごいエネルギーを食うんですね。特に私たちの脳っていうのはね、本当にその最新のいろんな医学科学で分かってきたことで、当然もう皆さんもテレビとかいろんなの見て分かってると思うんですけど、私たちが食べた食べ物のブドウ糖にね、全ての食べ物っていうのはブドウ糖に最終的に変わって、それをエネルギーに変えて動いてますよね。で、このねブドウ糖の大量に消費するのが脳なんです。で、それどういうことかって言ったら、私たちがいろんなことを考えたり心配したり、それ全部ですね、膨大なエネルギーというものを取り入れた食べ物からエネルギーに変えるときにね、脳が消費しちゃうっていうことですね。で、このペンネーム花子さんっていうんですけど、花子さんのエネルギーの使い方っていうのがちょっとね間違ってますね。で、仏教の言葉に方便という言葉があります。嘘も方便っていうね言われてますけど、方便ってことです。で、この方便というのは、昔こんなお経の中にですね、こんな話があるんです。それは家の中で子供たちがものすごい楽しい遊びに熱中している時に、家がですねちょっと火事になったんです。そこでお父さんがですね、子供たちすぐ出てこいって言って呼んだんですね。ところが子供たち遊びに夢中になってますから出てこなかった。で、そこでお父さんはね、もうすぐ子供たちに出てきてほしかったもんですからね、おい面白いおもちゃがあるぞ、ちょっと来いみんなって声。そしたらもうブワーッと今やってる遊びをやめて子供たちが外へ飛び出していった。で、それが方便の例えとして仏典の中に語られているんですけれど、方便っていうのは誰かを真理に導くために使うさまざまな手段のことを実は方便と言います。で、この花子さんですね、ご主人になる人が病気を患っている、ね、難病の原発性アルドステロン症という病気を患っている、そういう方であってもそのことを覚悟でね婚約なさるわけですよね。だから本当に多分相手の男性の方のことを大事に思ってらっしゃるんだと思うんです。それがゆえに心配なんですよね。で、やっぱりこのお相手の方もね、
食べ物を残せない性分っていうことは、きっと出されたものをちゃんと食べなさいよって言われて育ったのかもしれませんけど、とても素直な素敵な方なんだと思うんです。で特にね、ラーメンとか塩分も油分も多いのでね、それをスープを全部飲んでしまうっていうことは、非常に花子さんからしたら心配だと思いますよね。相手のただでさえ病気なんですから、そういう持っている高血圧っていう病気を持ってらっしゃるのに、ラーメンを大好きなラーメンを食べちゃうっていうね。私もバイク乗りなので分かるんですけど、バイカーとラーメンってセットみたいなもんなんですよ。バイクに乗ってね、寒い夜あとラーメン食べに行くって最高なんですよ。しかもラーメン愛好家にとったら、スープを全部飲み干すっていうのは美味しかったですよっていうラーメン屋さんに対する礼儀なんですね。だから彼がラーメンをスープまで飲み干してしまうっていうのは、ある意味でそれを眺めている花子さんがね、なんかガンガン食べてくれるっていうのはね、料理の作りがいもあっていいなっていう、女性としての母性本能をくすぐられるところもあると思いますけど、同時にでも心配もある。で処方箋、エネルギーの使い方を変えましょう。これも私の知り合いのというか結構身近にいる人の例なんですけれども、とてもね賢い女性だなと思う女性が私の知り合いにいらっしゃいます。彼女はやはりご主人が結構な難病を患われて、それを知っていてご結婚なさった人です。で幸いにしてその彼の難病っていうのは今は落ち着いている状態なんですけれども、再発すれば死に至るっていう病気を患っている。それを分かってて結婚なさいました。でやっぱり人一倍彼の健康を心配している。仕事が終わってね、それは仕事いろんなことあるわけですから、でそのいろんなことがあったそのストレスの発散の一つとしてお酒が大好きな人なんですよ。帰ってきて酒が止まらない。でそれがね、最初はビール1缶とか2缶で済んでたのが、仕事でストレスがどんどん増えていくとか、仕事が忙しい時期になるとお酒の量が増えるわけです。で最初はね、ちょっとそんなに飲んだら体に悪いんじゃないって言ってね、進行の時にはあまり強く言えなかった。でもやっぱり心配なんです。だから彼女はそこでね、もうどうしても彼にお酒を飲んでもいいけど飲みすぎるっていうことはやめてほしいっていうことで、もう泣きながらそれを訴えたそうです。で旦那さんはさすがにこれ答えたみたいですけれど、でも大好きな酒はやめられない。それが性分ですね。で彼女は考えたんです。もう彼にやめてくれという、そこにエネルギーを使うのをやめようと。その代わりに彼女は方便を使ったんです。一生懸命考えて、お酒の代わりに彼がストレスを抱えて帰ってきた時に飲ませるものを考えたんです。で彼女はジンジャーエールを作ったらしいんですけれど、このジンジャーエールにですね、いろいろと工夫をして、彼がそのジンジャーエールを味わって飲むことによってお酒に手を出さなくてもいい、もしくはお酒を少しでも減らしてほしいということでですね、炭酸きつくして、体に優しい甘みをつけて、でもですね、彼が癖になるようなジンジャーエールというものを開発したんですね。すごい愛情だと思います。そして彼は酒を抑えることに成功しました。今でも多分飲むと思うんですけど、奥さんがそこまでして泣いて頼んで、ただ泣いて頼んで文句言うだけじゃなくて、もうね一生懸命自分好みのジンジャーエールを開発して、そして自分の健康を考えてくれてる。ここに心を打たれただけじゃなくて、その口寂しさもね、口寂しさもこう癒してくれるというか満たしてくれるっていうものを考えたんです。奥さんの知恵ですね、愛情ですね、方便ですね。どうかね、花子さん、彼がラーメン大好きだったら
めちゃめちゃ健康でうまいラーメンを作ってあげてください。こんだけ愛情のある人なら多分できると思うんです。ラーメンじゃなくてもいいんです。方便として考えてあげてください。そしてね、やっぱりうちのラーメンが一番うまいなって言わせるんです。きっとね、こんだけの愛情を持った花子さんなら多分できると思います。方便、人を真っ当な道に導くための手段のことです。仏教の言葉です。そのために花子さんがどう考えるか、きっと花子さんの愛情を持ってすればね、きっとね、ご主人をうまいなこのラーメンって言ってスープまで飲み干しても安心なラーメンをきっと花子さんは作ると思います。ぜひそれができた暁には私も食べたいな、ね、きっと近所の人も食べたいと思います。メタボの男性が殺到する、メタボの男性の奥さんが食べさせたいと思うラーメン屋開けますよ、きっと、ね、ぜひぜひそんなチャレンジをその愛情を持ってしてあげてください。素敵な夫婦に、ね、としてね、きっと仲睦まじい家庭を築かれることと思います。頑張ってください。応援しています。